歩幅調整がうまかったんですよね。それはやっぱり歩幅調整がうまいってめっちゃ面白い。どういうこと？要するに走りながらですね、2メートル30とか出してるのを次は2メートル25センチにしたり45にしたり。それ自分で分かるの？それをなんか自分の手の、手って振り子なんでこうやってやると振り子が長くなるじゃないですか。でもさ、その歩幅制限調整してる時って自分が調整してるって感じじゃきっとないんだよね。そうですね、そうですね。誰が調整してくれてんだ？なんか茂木さんと話しながらお風呂に行って、それでそうなんですかって言いながらお風呂に入ろうとしたらちょっと暑かったとするじゃない。それ暑かったとしたら喋りながらおって足だけパッと動くじゃない。ああいう風に身体の方に渡しておくのと、湯に足をつけるぞって思っていくとそこまで速くないんですよ、反応が。そのままドプンといっちゃってその後に熱いって気づいて抜くことになるんですよ。むしろこっちに意識がいってる時の方が反射的に足がどく。面白い話だね。だからなんかそれめっちゃ面白い話だね。そうか、入るぞって言ってると反応が遅くなる。遅くなる。でもそれだからなんかその意識の注意の置きどころを分散するっていうか、なんかもうちょっと違うところに置いておくと体がもう少し周りの環境にちゃんと対応してくれて、それがそうしておきながらうまく統合されてるような状態が一番いい走りの状態っていう。為末さんでいうと100からハードに変えたっていうのがすごい。そうですよ。今流行る言葉でピボット。ピボットですね。でそれやるかやんないかで人生って変わったよね。ありますね。変わりましたね。それができるってことがやっぱり一番大事なことなんだと思うんだよね。それ道じゃないですか。なんかそれ何なんだろうなそれ。だからさっきのお風呂で言うと、暑いって足を抜いて、暑いんだからあっちのぬるいお風呂に行くかっていうふうにその場でパッと臨機応変に行くか、この暑い風呂をなんとかしようって頑張るかみたいななんていうか、頭の中でも風呂に入るぞと決めたらこの入る風呂をなんとかするしかないんだっていうのか、なんかこうどういうんですかね、その臨機応変さと、でも何の軸がないわけでもない、軸は一応あるんだけど臨機応変でいるっていう、あの辺の加減のところに興味があるの。そうか。俺最近ライプニッツにすごくハマってて、ライプニッツがこの世界は全ての可能世界の中で最高の世界であるっていうことを言って、で哲学的楽観論って言われてるんですけど、僕最近ねよく高校生とかに言うのは、僕がやってるコーチやってる高校は全ての進路が最高の進路だと心から信じてる高校なんだよって。だからよく進学校とかで何々大学何人とか言うけど、じゃあそれ以外の人ってどうなんのって問題があるじゃないですか。だからどの進路も最高の進路なんだっていうのはちょっとライプニッツ的なんですけど、ただしがあって、でもじゃあ行きたい学校があったとするじゃないですか。やっぱり努力した方がいいと思うんだよね。でそこが受かればいいけど、受かんなくてここに行ったとすると、それはご縁があってそこに行ったわけだから、それも最高の進路だと思えるということがすごく大事だというふうに感じるんですよ。そのお風呂でいうと、このお風呂に入ろうと思った時暑いっていうのは、例えばだから無理とか抵抗、自分には向いてないとか、本当にヒュッとなんか足引っ込めて、なんか他のとこに行くっていうのは人生としてあると思うんだけど、それが分かってるか分かってないかでかなり世界の見え方って僕は違うと思う。だから僕は為末さんのYouTube 番組ではなんか俺随分日本のテレビとか出て寄り道しちゃったよなとか言ったけど、最高の人生だと思いますよ寄り道してバカだなとは思うけど、どうですか？だって最高の人生でしょ、結果として。そうですね、結果としてね。それがライプニッツなんだよね。だからさ、努力してないって意味じゃなくて、努力したんだけど結果としてここにいるって時にそれを受け入れたらそれは最高の。やっぱり100で世界記録出したかったですか？いや出したら最高だ。出したかった？出したかったですね。でも努力はしたんですよね。努力しましたね。だからいいじゃないですか。だから努力したんだから。そうですね。やっぱそれは結構確かに大きい気がしますね。なんていうか、うまく言えないんですけど、3番ってこう国内的な成功者と国際的な敗者のちょうど間ぐらいって感じなんですよ。表彰台の一番後ろの銅メダルね。銅メダルがだからなんかそれは非常に自分の中に
まあ金メダルがもちろんいいんですけど、それが最高の結果だった、結果として自分らしさを作る非常に大きい条件だった気が、一生懸命やって結構いいとこまで行ってるけど、でもなるほど世界の頂点ってこういう距離なんだとかって今いろんなことを得たのは、それ 100m では絶対そこまでいかなかったんで、ハードル選んでそこに行ってそれを体験できたのは大きい気がしますね。確かにね。でそこに至るまでのいろんな道筋っていうか分かれ道があったわけだもんね。そうですね。それらの選択をでそこにたどり着いたんだもんね。そこにたどり着いたってすごくないですか。ハードル 400m ハードルの世界選手権での銅メダルっていうのにたどり着いたわけじゃん。そうですね。ご縁があったんだよね、それがね。そういうことなんでしょうね。でオリンピックでやっぱメダル取りたかったんで、オリンピック取れなかったっていうのもなんか一つのなんて言うんでしょうね、自分の人生に大事な意味がある感じがします、ね。なんかでも努力してすごく頑張ってやってそこにたどり着いたっていうのはすごく価値があることなんですよね。そうですね、そうですね。それはなんなんだろうな、それな。俺なんかこのライプニッツってニュートンと同時期に微積分を作った天才なんですよね。だからニュートンほどは著名じゃないかもしれないけど、やっぱりニュートンと同レベルの能力を持った人で、やっぱりライプニッツが哲学的楽観論を捉えたのってやっぱり全部つながってるっていう。だからその為末さんが努力して最後そのハードルの銅メダルにたどり着いたっていうのは為末さんの他のことと全部つながってるわけじゃん。人柄とか、性格、あと体の特徴も含めて、だからそれも含めて考えるとベストなんだよってことをライプニッツはきっとどっかで見抜いて、で人工知能の時代になんか何でも最適化すればいいっていうふうに思いがちだけど、いやそんなことないんだよね。だから中途半端な最適ってのはきっとあるんだと思うんだけど、ちょっとうまくないんだけど。でも中途半端な最適っていうのはなんか非常に恣意的、まあ何が恣意的かもあれですけど、なんていうか非常にギクシャクした、なんていうかな、かしこまったっていうかカチコチした感じの最適化って気がしますね。もうちょっとそれが滑らかに流動的になるとしたら、なんか最適ってそれを言うのかわからないですけど。確かにな。なんか今日本って世界的に注目されてるその金継ぎとかがね、やっぱり不完全さ、わびさびとか、あれはある意味ではなんか分かんないけど一生懸命やってあそこに行ってるんだよね、きっと。千利休とか、それで命かけてそうですよね。適当に手抜いてやってるんじゃないんだよね。それがさ、俺なんちゃってわびさびと違いかな。そうだ、千利休は為末さんなんだよ。あいつなんかどっかに行こうと思って必死になって命かけてやってて、であそこになってんだけど、なんか昭和以降のなんちゃってアーティストとかなんか、へえみたいな、なんか毛筆でもっともらしいこと書いたりとか、あれは違うんだよな。ただ力を抜けっていうのは違う感じがしますよね。違うんだよな。利休は必死になってやってあそこになったんだよな。何なんだろうその差って。力を入れてね、最後になんか到達する力感っていうんですかね、抜け感っていうか。でもやっぱりこう大きい、僕の名前が大なんでやっぱ大きいっていうのを自分の人生のテーマなんですけど、究極に大きくなってみるとまあそうせざるを得ないんじゃないかっていう感じはちょっとするんですけど。どういうことですか？究極に大きくなってみると。なんていうか本当に大きく捉えてみると、こう自分から見てるこうするああするうまくいったいかないなんていうのは、なんていうかな、それが本当にいいかどうかもそうですね。まあそういう意味では自分から離れて見るしかないって感じかもしれないですけどね。そうか。なんかね、俺最近トルストイのアンナ・カレーリナ読んでて、でまあね悲劇の女性の話だけど、で戦争と平和ってあるじゃないですか。でアンナ・カレーリナはその一人の人の心のどうしようもなさを描いてるんだけど、戦争と平和っていうとなんかナポレオン戦争を背景に大きい世界を描いてて、なんかアンナ・カレーリナが最初にあってその後戦争と平和書いたんだろうなってずっと思い込んでて、調べてみたら逆だったの。戦争と平和が先に書いてあって、その後アンナ・カレーリナになってて、
でそのトルストイってひょっとしたらその大きい世界描いてるうちに一人の人間のどうしようもなさを描きたくなったのかなと思った時にいいやつだなと。いいですね、なんかいいよね。いいですね、いい順番だなそれ。それいい順番だよね。いい順番ですね。何なんだろうな、人の心のどうしようもなさって。そうだ、俺為末さんに聞きたいことがあったんだ。何ですか？満たされない思いってあります？自分ですか？それはありますね。ある？それは何だって、アスリートとしてはもうやりきったじゃない。そうです。何が満たされないの？引退してからはですね、あのような一点、もうダーツのある一点に目指してこの体全部ぶつけてた感じなんですよ、世界一っていう。あれやっぱ幸せだったと思う。じゃあそれをまた求めちゃう？求めますね。それはちょっとそうじゃない形でやればいいんだって今は分かりますけど、12年間はずっと的はどこだ的はどこだってやりすぎてた気がしますね。しかも無駄に世界で通用するなんとかとか考えすぎて。俺さ、堀江見てると、共通の友人じゃないですか、俺あいつあんなに成功して、お金もあって知名度もあるのに、満たされないんだなって思うことがあるわけ。いやすごいですよ。演歌歌手やったりとか、ミュージカルやったりとか、俺あいつがそこがすごいなと思って、だから満たされない思いって人の原動力になるじゃないですか。そうですね。為末さんもだからあるんだよね。そうですね。僕はだからそういう意味ではなんていうか、確かにでもあんまりそう考えてなかったですけど、やっぱりすごい今までにないって言うと大げさかもしれないけど、もっとこっちの方がいいんじゃないでしょうかっていうある考えなり形なりを打ち立てたいっていうか、提供したいっていうか、そういう思いはありますね。それ必死になって考えてるからタオみたいなことに行き着くわけじゃん。そうですね、なんかそのあるから満たさない思いがあるから、そこから意識高い系に行くんじゃなくて、でも自分でどうすることもできないこともあるから、そうですね、タオという道に行くわけだよね。そうです。それをもっとその方がその方が身体も包括された知性みたいなものへのみんな興味も湧くだろうし、人の、なるべく多くの人をこう乗せてうまくいけるんじゃないかっていう感じですかね。確かに。だからさ、満たされないって大事なことなんだなと思うけど。茂木さんは何が？いや、俺は全く満たされてないですよ。俺だって今まで自分がやってきたことがまともだと思ったことって一度もないもん。なんかいつもなんか大して何もできてないなってずっと思ってるから。ただやっぱり最近思うのは、むしろ的はちゃんと見てた方がいいのかなって、為末的に言うと。それは実は変わってないじゃん、的ってそうでもない。そうです。いやいや、振り返るとずっと同じとこを見てた。変わってないよね。だからそこになんかストレートに行っちゃっていい。だからその時にその余計な邪魔が入るじゃん、いろいろ。そうですね。寄り道しちゃったりします。でその邪魔はなくしてもいいのかもしれない。それがタオなのかもしれないね。なんかそういう感じする。だから要するにマーケットっていうかまず邪魔するじゃん。邪魔しますね。マーケットって大体ろくでもないから。マーケット邪魔するし。マーケット邪魔します。あと何が邪魔するのかな。やっぱり世間に認められたいっていうのは結構なかなか難しいバランスですよね。それマーケットに近いかもしれないですけど。そうだね。世間に認められたいって気持ちがあるんですか？それはあります。今はだいぶあれだけどありますよ。それだからそれが原動力ですもん、選手のね時の。いや、それはね。でもやっぱりちょっとなんかそれは自分の身体運動のことだから、結果として認められるけど、そこの探求のプロセスはもっと個人的なもんじゃないですか。混ざってますけどね。いや、俺はなんかマーケットに支配されるのは、そういうなんていうかな、いやらしい気持ちってどんどんなくなってきたね。なんかむしろなんか年重ねるとピュアになっていくってとこもあるんじゃないかなって感じです。そういうのないですか？でも今何歳でしたっけ？今47になります。47、そろそろピュアになり始めるかも。でもそれがタオってことなのかな。ピュアになり始めていくって。有名になりたいですか？それはもう有名もうなってるもんな。いやそんなことないですけど。めっちゃお金持ちになりたいですか？それでもね、
僕は船とか釣りが好きなんでいつか釣りができる船が買ってみたいっていうのはありますけど、まあそれはまあそれ漁船みたいなものと、漁船とかが一番いいですけど、こんなクルーザーとかねいやいやそんな漁船3人乗れるぐらいだったらいいんですけど、まあそれはいいとして、まあでもなんか今はやっぱりそれよりも本当に好奇心を持てるものを追っかけるってことと、あとはなんか世界がこうなんとなくなんて言えばいいんですかね、こっちの方向にこうだからとかって言ってるのじゃない、もっと違う人間の捉え方があるんじゃないか、人間らしさの捉え方。それは今日すごく感じましたね。意識と無意識の関係っていうか、そこでどう意識が無意識をコントロールするのかしないのかとか、そこら辺のモデルがまだできてないし、それに人工知能では明らかにそれはないんですよね。意識と無意識のレイヤーがないんで、それが為末さんが経験的に掴んだものってなんか非常に面白い、そこまだ未解決ですからね、脳科学的にもね、全く。ところで俺生きがいについての本があるので聞きますが、為末さんの生きがいって何ですか？僕の生きがいはですね、まあ一つはね、困ってる人を助けるわ。マジですか？めっちゃいいこと言う。なんていうか、僕は茂木さんもぜひ活動に参加していただきたいんですけど、まあ我々炎上経験者じゃないですか。そんなことありましたっけ？あるね、あるね、はい、ありますね、はい。だからまあ我々はまああれなんですけど、まあ最近はなんかそういうのあんまりああいうのってなんていうかな、対象全然気にしないから若くして炎上しちゃうとかも方もいるじゃないですか。そういう人を見ると助けんの？そう、みんなでその人を呼び出してみんなで抱きしめるっていう活動をやってるんです。やってんの？居酒屋に呼んできて、その本には頼んでもないのに勝手に我々に呼び出されて抱きしめるって活動で、一晩中飲んでスナックに行ってわーって楽しくやってっていう、それはいい活動だね。そういう結構ね生きがいになっているので、なんかこう、まあ、僕はやっぱりいろんな多様な人がなんとなくあんまりかしこまらずになんか仲良くなったりとか、まあそこで真剣に話したりみたいな場が好きなんで、そういうのは作っていくのが生きがいですね。素敵ですね。ぜひちょっと僕も、まあそうだよな、俺も随分炎上してきた人間だから、まああれだよね、俺はやっぱり今はもうあいつも昔はよくとんがってたけど最近なんか丸くなったねってまあ言われるのもいいかなと思ってるんで、丸くなった俺がじゃあ現役の炎上野郎に炎上野郎に抱きしめに来ていただいて、現役の炎上野郎、それはね、そうか、いやいい話だったな。いや、為末さん、じゃあいろいろお話伺ってありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ大変学び。これからもでも炎上してくださいね。わかりました。エンジョイ炎上で。ありがとうございました。ありがとうございました。